はい、寝ようかと思ったらね、雨が降り始めました。天気予報を見てもね、雨降るようになってなかったんですけども、困りましたね。あんまり降られたらね、テントが持たないかもしれないんですけども、大丈夫ですかね。とりあえず今ね、夜中の11時ぐらいなんですけども、とりあえず、様子を見ながらね、寝たいと思います。はい。じゃあね、皆さん、おやすみなさい。テント内に雨が染みてきてしました。場所によってはね、洪水です。やばいな。ビチビチです。上はね、ちゃんと蓋してたんでよかったんですけども、テントのね、この黒い部分と銀色の部分の継ぎ目から染みてきてるような感じですね。で、雨雲レーダーを見てたらね、なんかピンポイントで今いる島が降っててから、あと1時間近くね、降り続けるらしいです。ですのでね、ちょっと雨が止むまで眠れそうにありません。とりあえず、雨漏り対策で吹きながらね、なんとか頑張りたいと思います。テント内がね、今締め切った状態で、めちゃくちゃ蒸してきたんで、空調服を着てからね、ちょっと量を取ってます。これビンモリさんからもらった新しいやつです。湿度が高いんでね、だいぶ不快湿度が高いんですけども、だいぶね、快適になりました。はい。雨雲もね、去ってくれたんで、なんとか寝れそうです。じゃあね、夜も遅いんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝です。現在の時刻はね、朝の6時40分ぐらいです。雨はね、1時ぐらいに止んでから、それからあとはなんとか眠れました。はい。外涼しい。テントはね、もうだいぶ乾いてますね。これバイクはびしょびしょですけど、気持ちのいい朝です。で、どうしましょうかね。昨晩お風呂入ってないんでね、朝7時から向こうでお風呂に入れるんで、朝風呂入りに行きたいんですけれども、その前にね、ご飯の準備だけしていきましょうかね。お米をね、1合持ってきてたんで、これを水をちょっと吸わしておきましょう。よし、これでね、水を吸わしておきましょう。バイクがね、びちょびちょなんで、ちょっと拭いときましょう。よし、じゃあね、行きましょう。はい、ホテルまでやってきたんでね、お風呂入っていきたいと思います。あ、すみません。ありがとうございます。すいません。今緑色のランプになっていたので、あ、よかったです。すみません。できたかなと思って。ありがとうございます。あと、お風呂に入りに来たんですか。420円ですね。はい。お風呂がね、2種類あるみたいなんですけど、僕、海側の方に行きたかったんでね、海側行きます。お風呂は2階。あ、これですね。あ、こっちが小さいってことな。とりあえず行ってみましょう。よし、こっちですね。床湯。じゃあね、行ってきます。お風呂上がってきました。いいお湯でした。ちょっとね、小さめのお風呂だったんですけども、貸し切り状態で誰もいませんでした。ありがたいですね。で、現在の時刻は7時40分ぐらいなんで、パッとね、帰って調理をしましょう。はい、バッテリーも回収今してきました。あと、フェリーのね、チケットなんですけども、大きいフェリーと小さいフェリーがあって、大きいフェリーは遠いところまで自転車を押していかないといけないんですよね。で、小さい方のフェリーは近くから出てから、料金もね、大人プラス自転車料金になるんで、安いんでね、そっちにさせてもらうことにしました。で、今ね、ちょっと雨が降り出しましたね。これ困ったな。ご飯炊く準備をしながら、もう片付けをしてすぐに動けるようにしましょうかね。とりあえずね、キャンプ地に戻りましょう。はい、ということでね、帰ってきたんですけども、まずは片付ける前にご飯を炊きに行きましょうかね。これが炊けないとご飯食べれないんでね。よし、炊事場にね、行きます。置いて、こうですね。 OK。 これちょっとね、放置していきます。ちなみにね、位置はウサギが手を伸ばしても届かない位置なんで大丈夫です。で、現在の時刻がね、7時57分なんですけども、フェリーの時間がね、9時10分に発なんで、9時5分までにはね、フェリー乗り場の方にちょっと荷物を持っていっときたいんで、
もう今ねご飯炊いてる時間で準備したいと思います。まずはねバッテリーをつなげましょう。びっくりした。よし OK で、ちょっとね軽く止めときましょう。防水対策 OK 縛りましょう。よし OK で、これで起動してくれればいいんですけども、よし、あ OK か。よし、時間になったんでちょっとご飯見に行きましょう。よし、はい、できてるっぽいんでね、そこでもう袋に入れましょう。で入れてひっくり返して蒸らすんですけど、この時にねいつものようにねこれをちょっと入れておきましょう。これはねキーマカレーですね。これをね温めといてかけて食べる作戦ですね。 OK、 これでいいでしょう。であとねまた10分ほど置いとくとして、テントもね片付けます。よしよし、片付け終了です。じゃあねご飯食べ行きましょう。よし OK ですね。バッチリ温まりました。よいしょい。ご飯の炊き上がりも完璧。ドロッとかけたら完成です。いただきます。美味しい。ちなみにね今8時半ぐらいなんで、あと30分ぐらいでねもう準備していかないといけないので、パッと食べてね片付けましょう。はい、完食です。ごちそうさまでした。よし、じゃあね洗いましょう。水が使えるからありがたいですね。はい、現在の時刻がね8時45分なんで、フェリー出発までねあともう25分しかないんで早く準備しましょう。ちょっとね荷物が多いんで2回に分けていきます。まずはバイクから。今度ねカバン取り行きます。よし、荷物ね取りに来たんでバイクの方に戻りましょう。忘れ物はないですね。はい、よし行きましょう。はい、ということでね荷物を全部持ってきました。でもうフェリーも来てるんでね、あとは島を脱出して帰路に着くだけではあるんですけども、実は今回僕がね考えてたのはしまなみ海道の走破であって、まだねこちらの高田島とか大島を回ってないんですよね。ですんでここからはね帰るだけじゃなくて完全走破を目指したいんで、博多島と大島に渡って、それからねまた尾道まで帰るっていうルートを取ってみたいと思いますんで、バッテリー残量がね相当厳しい状態になるとは思うんですけれども、なんとか走破できるんじゃないかと思いますんでね、とりあえずね今からまたねフェリー乗ってから島に戻って帰路に着く旅をね再開したいと思います。行きましょう。うさぎ可愛かったです。バイバイ。輪行袋入れなくてもね自転車扱いしてくれるんで、よいしょ、このまま行きましょう。まあ原動機付き自転車ですからね、原付きは。だから自転車扱いで乗せさせてもらうという格好ですね。ありがたい。おはようございます。お願いします。よいしょいよいしょい。搭乗完了。はい、9時10分、出港ですね。うさぎ島楽しかったですよし出発。あれあれあれ、なんかおかしいぞまた。なんでびっくりしました。今着いたんですけども、昨日ね間違えて到着したまたこっち側に来てしまいました。またしてもね広島側に来ちゃったっていうね2回目なんですけども、これじゃいけないんでちょっととりあえずチケット買います。でとりあえずでかいフェリーが今来てるんですけども、フェリーが40分にねまた今度はこっちを出て向こうに行くらしいんで、これとこれですね。ちょっと
よし。はい、チケット買いました。何やってんでしょうね。ちょっといろいろありすぎてからね、説明が難しいんですけども、うさぎの島からこのフェリーでは広島側にしか来れないらしいんですよね。で、ちょっとそれ教えてもらってなくてから、こっちでも来れますよというような話を僕昨日聞いたからと思って乗ったら、また間違えました。で、このフェリーでね、行くようになるんで、よし、到着です。搭乗開始。置いといて、よし、ちょっと上に上がってね、ゆっくりさせてもらいましょう。やられた。ちょっとね、荷物の整理とかしといて、ルートとかも調べておきましょう。広島バイバイ。うさぎ島に到着らしいです。うさぎ島に入港です。で、次のね、しまなみ海道の大三島に向かって出発です。はい、今この辺です。うさぎ島からね、南下してますね。はい、ということでね、到着です。準備します。はい、ということでね、下船です。ありがとうございます。はい、ということでね、無事大三島のフェリー乗り場で帰ってこれました。今の時刻がね、10時15分なんで、約ね、45分ぐらいちょっと遠回りをしたという格好になってますね。フェリーもね、今からまた旅に出るようです。で、ここから回るんですけども、ちょっとね、準備をします。よし、じゃあね、準備できたんで行きましょう。ガムテープで貼りました。で、今大三島にいるんですけども、次はね、博多島に向かっていきたいと思います。あんまり遅くしてたらね、雨が降るんですよね。今もパラパラしてるんですけども、ですんでパッと行ってパッと帰ってくるみたいなことになると思うんですけどもね、行きたいと思います。頑張りましょう。絶好調絶好調。はい、フェリー乗り場からね、5キロほど走ってきて、この橋の下をね、今くぐってる状況です。で、ここから乗るんじゃなくてから、まだまだその島をね、下った方ぐらいから、橋に乗ります。よし、これ右ですね。原付入り口、こっちですね。よいしょ、料金所。いくら ?50 円。よし。細かい分からね、使いましょう。はい、50円。はい。よし、行きます。大三島を離れて博多島に入ります。今ね、フェリー乗り場からちょうど10キロぐらいの距離です。はい、博多島にね、上陸です。オッケー。さっきの橋を渡ってからずーっと下りなんですけども、めちゃくちゃ高低差があるんですよ。逆にね、戻るときにこの分を登らんといけないのがすごい大変だなとちょっと思うんですけども、頑張ってね、登りましょう。はい、降りてきました。で、右ですね、こっちですね。よし、行きましょう。安全運転で行きましょう。おー、造船所でかい。いいですね。はい。でね、本当はね、ここにマリンオアシス博多っていうのがあって、ここはオートキャンプ場なんですよね。で、イルカなんかもね、いたりするような場所だったはずなんで、確か、ここでキャンプをしようかなと思ったんですけども、やっぱりちょっと僕ね、ウサギには勝てなかったんで、ウサギの方にしました。多分こっちはね、フェリーも使わないからフェリーで間違えなくていいし、電気も使えるんで、こっちの方がね、電動原付で島巡りしようと思うんだったら、間違いなくね、こっちの方がいいと思います。ここですね。ドルフィンファームオートキャンプ場さんですね。たくさんの方がキャンプされとる。よし、ということでね、博多島はこんな感じで見て回ったんで、最後のね、大島に渡りましょう。よし、こっから乗るみたいですね。原付入り口、こっちかな。原付、こっち。うわ、坂道がきついから登らない。よいしょよいしょ。どっちあ、こっちか。よいしょよいしょ。よーし、この橋ですね。この橋で島巡りの橋は最後ですね。おーいい景色。目の前の島がね、大島です。
オッケー、島に到着ですね、これで。大島到着です。やりました。これで、しまなみ海道の全部の島を走ってね、渡ってくることができました。やりました。ちなみに、この大島から先は、四国に入っちゃうんで、そこはね、島巡りとは外れるんで、行かないようにします。はい、ここもね、50円なんで、50円入れます。よし。オッケー。到着。で、どうしようかな。いっぺん下まで降りましょうかね、せっかくなんでね。なんかここだけでから降りるのもちょっとなんかあれなんで、ちょっと降ります。おー、この急な坂を降りたらね、まだこれ登ってこんといけんけども、大丈夫かなあそこで U ターンしとった方が良かったかもしれないけども、なんかね、せっかく大島まで来たんでね、やっぱしちょっといっぺん下まで降りてから、あれしましょう。オッケー。はい、降りてきました。特に何もない場所なんでねあれなんですけども、とりあえず島には上陸したという格好ですね。 OK です。で、ちょっと困ったのが50円玉がもうないんですよね。で、こっちなんか自販機がどうかないかな。ちょっと自販機探して行ってみます。あんまりうろうろできないんですけどね。あ、ちょっと待てよ。ポッケの中に小銭があったよな、さっき。あったあった。52枚ありましたね。ポッケの中にあったので、よし、このまま行きましょう。よし、じゃあね、来た道を戻りましょう。はい、ということでね、ここまでが半分ですね。走破できました。だいぶ時間かかったけど。で、こっから戻って完全走破なんで、頑張ってね、戻りたいと思います。ちなみに、さっきのフェリー乗り場から17キロの距離でした。はい。じゃあね、上がって、また行きましょう。よし、出発。いや、危ねえ、どうした。あれシートがめげた。